ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのティムールエレメンタルを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、26日の MO リーグで 5-0 を達成しているほか、アメリカの地域選手権でも10勝5敗の成績を残しているアーキタイプですね。新カードをふんだんに使ったデッキということで、今回はこちらをピックアップしてみました。インカーネーションがどれも強いのはすでに何度も紹介しているのですが、初めて登場するところで言うと、洗礼もかなり強力なカードですね。スダシは5マナとやや重たいのですが、44のサイズと3点火力、土地サーチをすることができ、早期でもスダシでも強い生物となっています。土地なら何でもサーチすることができるので、青いデッキに対して魂の洞窟を持ってくる動きが強く、アグロ相手にもコントロール相手にも優秀な1枚ですね。3種類のインカーネーションを強く使うためのカードが、炎束ねとアシュリングで、どちらも追加で2マナを出すことができ、特に炎束ね経由の場合だと、3ターン目には5マナインカーネーションをスダッシュすることができますね。基本的には2マナジャンプでインカーネーションを出すのが強いデッキなので、初手にどちらかあるハンドをキープしたいデッキとなっています。さらに刻み群れはありとあらゆる生物デッキに対して強く、エレメンタル以外の生物を全てバウンスするため、ウロボロイドデッキの土地クリーチャーを含めて全てバウンスすると、大抵その時点で勝負が決まっていきます。アシュリングの命令も5マナインスタンドながら強力で、メインから3ターン目には全除去が打てたり、でかい生物をコピーしたり2ドローしたりと、様々な強い動きから2つを選ぶことができますね。例によって亀で作ろうとするとかなり大変なデッキなのですが、アリーナだと実質無料なので、ぜひ試してみてください。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。マナクリなしで、このハンドは重たいので、基本的にはマリガンですね。はい、こちらキープしていきましょう。このハンドだと、インカーネーションがないので、バネハはいらないかな。相手グルール、紅葉ですね。はい。さあ、相手、先手の紅葉デッキということで、土分が来るかどうかですね。土分が来たら、かなりきつい。さあ、毛玉の毛玉から、墓地はこれで2種類までいきますね。ということで、まずは、アシュリングからいきますか。次のターン、4マナ出せるんで、とりあえずうろつく玉座は出すことができますね。ただ後続のインカーネーションを引いてこないと、ちょっと、後手ということもあって、厳しくなっていきそうかなと。さあ、墓地2種類からの、もう紅葉達成。これは相当厳しそうですが、なぜかね、競技ではあんまり人気ないんですけど、紅葉デッキめちゃくちゃ強いですからね。さあ、これは11点すでに入っていきますね。残り9点まで。からの探先。インカーネーションは引かず、とりあえずひっくり返していきましょう。これはもう玉座しかこのターンは出せないんで、玉座出していくしかないんですが、次のターンに、洗礼とか引けたら、まだワンチャンあるかなという感じですね。ただ、アシュリングも玉座も生き残って、かつ、このターンに死なないことが条件ですね。かなり厳しそう。さあ、フルパン。これもうブロックするしかないんですが、なんかあったら負けですからね。はい、過剰防衛。これで玉座はいなくなる。インカーネーションも引かない。これはさすがに負けですね。一応あれか、ルーティングがあるんで、アシュリング、ひっくり返していきますか。さあ、インカーネーション、引けるかどうか、引けない。これは、しょうがないですね。サイド行きましょう。さあ、ということで、とりあえずランタンは全部入れていきたいですね。あと入れたいカードあるかと言われると、4点火力が欲しいかどうかぐらいかな。バネハは分回りカードなんで、抜いちゃって OK です。速攻クリーチャーも結構いるんで、バウンスよりは火力入れておきたいかな。これでいきましょう。さあ、1歩目負けて2試合目。はい、キープしていきましょう。先手でマナクリから入れるんで、悪くはないですね。アンタップインの土地が引けたら、先手3ターン目に優秀を素出しができますね。さあ、相手はまたも、けだものからスタート。
土地は引かず。まあ、とりあえず、次のターン次第ですね。さあ、けだものからインスタント。さあ、除去持ってるか。はい。こうなるとね、ちょっと厳しくなっていきますが、まあ、こっちも除去を打って、一旦ね、ゆっくりとやっていきましょう。まあ、基本的にはね、マナクリありきのデッキではあるんですけど、マナクリがなくても全然、動いていくことはできますね。まあ、ただそのためには土地をしっかりと引いていかないと、ちょっと厳しいですが。さあ、恐怖。これ、紅葉達成ですね。そして土地がタップイン。このターン玉座を置けたら、だいぶ偉かったですが、一旦欺瞞でバウンスかな、これは。まあ、しゃあなしですね、これ。さあ、青々を払って、一室への恐怖をバウンスしていく。で、次のターン、土地が引けたら、優秀で、まあ、一室への恐怖も破壊することはできると。まあ、引けなくても玉座は一旦置いてっていう形になるんで、さあ、脱走から木人、紅葉達成なので、4-3速攻ですね。さあ、残り14点。とりあえずアンタップインの土地が欲しい。できれば緑マナも出るやつ。お、いいですね。これは先に優秀からいきますか。まあ、玉座から入るとね、このインカーネーションの能力がね、全部2倍になっていくんで、すごい動きができるんですけど、まあ、現状この木人がね、止まらないんで、優秀からでいいかな。お、洗礼引いてくる。これ全然逆転ありますね。対アグロだと多分洗礼が一番強いかな。まあ、できれば玉座を置いてから洗礼が打てる余裕があればっていう感じではありますが。さあ、脱走からブリョンヒルで。はい。からの土地。ミスラランドか。まあ、フルパンで4点。残り10。まあ、玉座置く余裕はありそうですね。からの土地。まあ、ここで洗礼出しても別に変わらないんで、玉座から行きましょう。さあ、これで、次のターン洗礼出したら、まあ、3点火力2回と、4点ゲインと土地2枚ですね。さあ、石製の恐怖。から土地を捨ててワンドロー。からのけだもの。さあ、これはもう洗礼出していきますか。赤赤緑緑からの3点を2回で、けだものと一水星の恐怖除去って、さらに、まあ、氷山と、まあ、あとミスラランドでもいいんですが、一旦全速ランドでいいか。まあ、クリちゃん2体倒しながら4点ゲインなんで、相当でかいですね。もう優秀は殴っていっていいでしょう。さあ、ここまで来ると、紅葉側はなかなか厳しいのではないかなと。いや、一瞬でね、こうやってマウントを取っていけるんで、これがエレメンタルデッキの強みですね。さあ、これ4点火力ですね。はい、いいでしょう。こちらが有利な状況には、まあ全然変わらないですね。お、そしてアシュリングの命令。これはもう2点火力プラスコピーか2ドロー。まあどっちでもいいですが。まあクリチャーは十分にいるんで、2ドローでいきますか。さあ相手の生物だけ全部倒して、とりあえず10点を入れていく。で、火力構えでターンを渡していったら、まあ大抵勝てるかなと。ついでにミスラランドも引きましたね。ヘルカイトも入ってるんだ。なるほど。さあ、これでまあ勝ち確ですね。3問目いきましょう。さあ、急いっぱいで3試合目。アシュリンがあるんで、まあキープしていきますか。さあ、とりあえず、タップインから処理して、まあ次のターンは魂の洞窟からでいいかな。さあ、一斉の恐怖。
お、テルサを捨てていく。なるほど。ということで、まずはアシュリングからなんですが、まあ、ディスカードなくてもいいですね、これは。ルーティングは、まあ、任意なんで。ただ、まあ、次のターン使えるのは4マナのため、まだ素出しすることはできないですね。さあ、脱走。管理者。なるほど。まあ、墓地は使わないですが、まあ、これブロックしていいかな。インスタントあったら、一方取られてしまいますが、何もなさそう。はい。ということで、一旦ひっくり返ってからの、赤かな。まあ、洗礼で1体除去っていきましょう。まあ、どっちにしろ次のターンもう、6マナいくんで、とりあえず1体、クリーチャーを除去っておきたいですね。さあ、赤から、早期でプレイして、管理者でいいかな。そして、タップインを処理していく。まあ、全然悪くはないですね。これでアシュリングが生き残れば、次の段、欺瞞を、はい、素出しすることができる。うん。紅葉達成はしましたが、まあ次のターン欺瞞で、姿勢の恐怖をバウンスですね。まあ一旦、残り11点までと。さあ、ここからが、こっちの強いターンですね。エレメンタル指定で、欺瞞を素出ししていく。一旦一周せの恐怖、バウンスからの、なるほど。まあ、刻み群れあるんで、正直過剰防衛でいいかな。過剰防衛だけ捨てさせとけば、全然安心できますね、これ。うん。さあ、ということで、まあ、次のターン、刻み群れですかね。まあ、刻み群れで、ドラゴンもバウンスできますし。さあ、ここは一時性の恐怖から、土地を捨ててワンドロー。からの除去。はい。さて。ただ、まあ、相手も全然殴れない状況なんで、ゆっくりやっていきましょう。アシュリングプラス、刻み群れかな。まあ土地もいらないんで捨てていきたいかな。運河を捨ててワンドロー。ランタンは強いですが、まあ先に刻み群れからでいいかな。さあこれでオールバウンス。まあ能力持ちのクリーチャーバウンスしても結局ねテンポがだいぶ取れるんで、欺瞞は殴っていきましょう。さあ、これで残り15点。ここからは、もう完全にこっちのターンですね。さあ、一斉性の恐怖。出し直していきますが、打開手段はあるのかどうか。まあ、あとはランタンでも、墓地追放してあげれば、だいぶ安心できる状況ではありますね。さあ、4点火力。で終わり。はい。であれば、アシュリングの命令で、刻み群れコピープラス除去かな。55飛行立ててれば、まあ負けることはないんで、いいでしょう。コピープラスオール2点。で、刻み群れをコピー。ちなみに刻み群れはあれですね。唱えないと能力が誘発しないんで、バウンスはないですね。さあ、ということで10点入れていきましょう。残り5点まで。ランタンは別に置かなくてもいいかな。ここはタップインで。さあ、この状況を、まあ、突破することはおそらくできないはず。さあ、ワープでヘルカイト。
まあ、1マナインスタントあっても負けないですね。はい。ブロックしていきましょう。はい。まあ、勝ち確ですね。さあ、ということで、なんとか勝っていくと。GG。さあ、やっていきます。こちら、後手。これはマリガンですね。はい。土地1。ちょっとリスキーですけど、まあ、ダブマリするよりはキープでいいかな。バネハを1枚、ボトムに送っていくと。まあ、後手なんで、その、2ドローある分含めてのキープですね。さあ、相手ピクシーからスタート。オーラデッキかな。もう1ターン目からピクシー出してきてるんで、青白はあれか。青白フライヤーか青白オーラか。まあ、1ターン目からこの誤報がつくのが結構嫌なんですよね。さあ、ということで、炎束からですね。次のターンも、優秀で相手のオーラを割っていくことができるんで、まあ、ただ、青白フライヤーの場合は、まあ、英文とか、ああいう系のカードがある可能性もあるので、さあ、これが通っていくかどうか。相手3マナ構えですね。動きとしてはね、3ターン目のこの動きめちゃくちゃ強いんですけど、ただ英文。さあ、追放されてしまうと、まあ、色マナ払って出せば、能力は誘発するんですけど、まあ、次のターン、洗礼もね、出せるんで、どうするかですね。さあ、情報でトップに置いていく。なんだかんだ残り8点まで。これは洗礼からですね。まあ、ゲインもできるんで。さあ、カウンターはない。英文は一旦除去って、魂の洞窟からの、もう優勝は0マナで、そのまま出していきましょう。まあ、洗礼連打でなんとかなるかな。まあ、ただ相手ももりもりね、ライフゲインしてるんで、このピクシーもとりあえず除去っておかないとなかなか厳しいと。さあ、さらに2点ドレインから構えてくる。とりあえず2マナも必要なので、赤赤出してからの、まあ、早期でキャストですね。ただあれか。炎束ね使った方がよかったかな。炎束ね使っておくと、誤報に支払い含めてカウンターも構えることができましたね。さあ、ここで何を持っているかですが、キリン。あれか。幽霊による非合バウンスですかね、おそらく。まあ、ただこの場合は、一応カウンターは構えることができますね。さて。いや、ただ、炎束ね使ってた方が良かったですね、これ完全に。炎束ねを使ってると、その、キリンの能力をね、打ち消すことができたんで。さあ、とりあえず10点から、まあ、おそらくヒゴ使ってくるんで、それを消していきましょう。縫い目破り。まあ、一応、青マナを出しますか。まあ、優秀か、洗礼を戻すことによって、とりあえず幽霊による庇護も壊すことはできますね。さあ、介入感知で、消しながら、クリーチャーのバウンスをしていくと。さあ、これで、もう一回使い回すことができると。ここで投了と。さあ、でいきましょう。まあ、欲しいのはグレンジ国ぐらいですかね。バネハワレイによって抜いてもよくて、アシュリングの命令はちょっと重たいんで、少しだけ。さあ、1本目勝って2試合目。はい、これキープしていきましょう。インカーネーションはないですが、まあ全然強いハンドですね。まあグレンジ国もあるのが、だいぶポイントが高いかなと。さあ、ということで、まずは、蒸気口から入っていく。インカーネーションが、まあ1枚引けたら、かなりいい動きができるのではないかなと。さあ、相手は異物からスタート。洗礼いいですね。これも2ターン目、
炎束からの3ターン目洗礼までいけるので、さあ除去がなければかなりいい動きができますね。平地からのもうクリーチャーを出してくるかどうか。ピクシー、はい。一応これで3-3にはなっていきますが、まあ洗礼でしっかりとね除去ることは可能ですね。ということで、さあ3ターン目洗礼素出し3点プラス魂の洞窟ですね。原因もでかい。これでもう次のターンからはまあ刻み群れもありますし、まあかなりマウントを取っていけるのではないかなと。まあカウンターもありますしね。さあこれはどうでしょう。これ投票と GG。 エレメンタル楽しいですね。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。